Hiroshi Kiyotake, can he find the finish? He's got the skill. 清武、落ち着いて決めました。que sigue Quillotake, Franco Vaque, Quillotake, gol, 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 gol. まもなく終点東京です。新幹線山こんにちは、ずんだもんなのだ。こんにちは、四国メタンです。ついに今年もやってきたのだ。この動画は東京在住の大分トリニータサポーターが東日本を中心にアウェー観戦した動画を投稿しているわ。今年がトリニータを応援して20年目になるのだ。今年もいつも通りだからチャンネル登録も忘れないでね。そして僕たちが乗っている新幹線は東京発のはやぶさ1号に乗って仙台を目指すのだ。東京駅を朝の6時32分を出発してるけど早すぎるんじゃないの？今回は13時キックオフなのもあるけど、試合会場が初めて行くスタジアムだから出発が早い新幹線にした理由なのだ。とはいえ初めて行くスタジアムに行くんだとしても早すぎるわよ。試合開始の2時間前に現地入りが僕のデフォなのだ。渓谷通りに8時3分に仙台駅に着いたのだ。初めて行くスタジアムにはどうやって行くの？今回はベガルタ仙台の方でアナウンスがあった往復シャトルバスでスタジアムに向かうのだ。でも1便目が9時だから時間に余裕があるわよ。仙台の新幹線改札を出る前にコンビニでコーヒーと鶴瓶ジュースを調達するのだ。ジュースじゃなくて麦茶だから。でもこの麦茶の容量は 670ml でベガルタ仙台のペットボトルの容量制限内に収まっているのだ。ベガルタ仙台の公式サイトでは 671ml 以上のペットボトルだと別の容器に移し替える必要があるからよく考えているわね。それでは仙台駅を出てクソデカ仙台くんを記念撮影するのだ。国内外問わず大きな文字のモニュメントは一般的になってきたわね。自己満足したところで東口に向かってシャトルバス乗り場まで行くのだ。ということでバスに乗り込むのだ。ずいぶん遠回りした気がするんだけど、マンフェンス越しから電車とディーゼル車も見えたし多少はね。今回はセブンイレブンのチケット販売からバスチケットを購入したわよ。実は中の人は公共バスでリフ駅から千円リフ病院まで向かって徒歩でスタジアム入りしようと考えたけど帰り方が不安だったから断念したわよ。それではバスも9時ちょうどに出発したのだ。バスは45人近く乗っていて仙台サコが大多数だったわね。ユアテックスタジアムからも会場駅のバスが出ていてベガルタ仙台の輸送力の意識の高さを感じさせられるのだ。会場までは15キロあるんだけど陸上自衛隊東北補給所や工場、倉庫街を通り近くには高速道路の出入り口もあるから物流にはうってつけの場所だと感じるわ。バスはそのままリフや北上してジョイフルがあったりと大分にゆかりのあるお店があったのだ。そしてバスに揺られて40分でスタジアムに着いたわよ。初めて訪れるスタジアムだから係の人に帰りのバス乗り場を聞いてから自由行動なのだ。まだ10時前だしスタジアムを散策してみましょう。でもなんで仙台から地下鉄1本で行けるユアテックスタジアムじゃないのだ。ユアテックスタジアムは今年の6月まで芝生の張り替え工事で代わりに Q&A スタジアム宮城で開催されているの。ユアテックスタジアムは去年照明設備の入れ替えもしていて設備投資に力を入れている印象なのだ。ずんだもんらしからぬ固い話をし始めたわね。
とはいえここは本当に大きなスタジアムなのだ。坂を登りきってやっと客席が見える場所なのよね。僕にとってこのスタジアムは2002年のワールドカップで日本とトルコが試合していたんだけど、塾をサボってテレビ観戦していたのだ。塾に行ってたらこんな動画も作らなかったわね。自己批判で草。スタジアムの外周も見終わったけど、骨組みが滑らかで面白い構造をしているわね。建築には詳しくないけどユニークな形をしているのだ。まだスタグルも始まっていない四天王台にも行ってみましょう。ここからだと2階席の部分も見えるのだ。住宅街も一望できて、平成ポンポコや耳をすませばといったジブリ映画を想起させるわ。耳をすませばといえばカントリーロードなのだ。仙台サポ向けに話を拾ってて偉いわね。そして展望台から公衆トイレを通っていくと一気に大自然が一望できるのだ。この橋は色彩橋と言われているみたいね。高い場所に橋があって下を見ると目が回りそうなのだ。まだ橋の隅っこには雪も残っているわよ。そしてスタジアムの屋根部分も見えて面白いのだ。もう少し暖かくなれば桜や花も咲いて綺麗な景色が広がると思うわ。ということでスタグルを物色していくのだ。11時前には強風でカラーコーンが飛ばされたり、仙台の選手パネルが倒れたりとすごかったわね。今回はマグタコ餃子と生ビールセットをいただくのだ。ここは塩釜餃子センターといって餃子が売りなの。10人くらい列ができていて、順番が来た時に餃子を注文したんだけど品切れになっていたのだ。でも注文だけして決済端末からレシートが出てくるから、それを引き換えに出来上がるまで10分待ってから受け取ったわよ。ここの店員さんの機転の良さにリスペクトなのだ。説明が遅れてしまったけど、マグタコ餃子とはマグロとタコが餃子のあんとして入っているの。マグロのあんとニンニクが効いていて、タコのコリコリ食感もあって楽しい餃子なのだ。そして午前から生ビールを流し込む背徳感。食べ終えたら大分側で決起集会をしているから入場するのだ。ここが今日お世話になるスタジアムなのだ。ワールドカップやオリンピックで開催されただけあって49,000人以上も収容可能なの。陸上トラックもあるけど立っても座っても見やすいのだ。大分にとって今年初のアウェーゲームだから、新しい応援歌をみんなで共有していたわね。選手たちが来たのだ。今回の注目選手は誰になるかしら。この試合では吉田真那斗選手に注目するのだ。札幌戦といわき戦ではフィジカルの高さを見せつけていたわね。なんといっても滞空時間の長いジャンプと90分間走り回れるスタミナが印象深いのだ。開幕戦の札幌戦では高いジャンプからのヘディングがあったけど、バーに当たって決めきれなかった場面もあったわね。いわき戦では右サイドを中心に後方から前線までボールに絡んでいたのだ。今年の大分は吉田選手をはじめペレイラ選手も攻撃に参加しているから、守備のスペースを誰が埋めるのか、どう対応するのかも注目点ね。それでは試合終了まで守るのだ。前半は大分のパスミスから仙台の個人技で決められてしまったわね。特に大分は中盤において攻守の連動が弱かったのだ。片野坂監督は後半から清武選手や野村選手を入れてチャンスシーンも多く作れたけど決めきれなかったわね。特に有働選手が出てきてから前線が活発になったから早い時間帯で見たかった選手なのだ。後半は前向きに捉えられるし、次回のホーム戦の水戸戦で勝てば大丈夫よ。それではスタジアムを離れて仙台駅へと戻るのだ。ということで仙台駅に着いたのだ。帰りは1便目のシャトルバスで大分サポが大多数だったわね。15時に試合終了でバスで50分くらいで仙台駅に着いたのだ。今は16時過ぎだからこのままおとなしく東京に帰るのも考えものね。ということで X のフォロワーさんに教えていただいた居酒屋で一人反省会を執り行うのだ。ここは仙台駅の西口から歩いて3分にある蔵の庄に来たわよ。手始めに日本酒3種と
そして牛タン串を注文するのだ。日本酒3種は一の蔵、日高見、浦霞を頼んだわよ。そしてサービスで山本もついて合計4種の飲み比べができるのだ。名物のセリ鍋は沸騰したお鍋に鶏肉を茹でてセリの茎や葉を入れて食べていくの。セリ鍋初めて食べたのだ。それずんだもんが言うセリフなの？セリの独特の風味と食感、鶏肉と一緒に食べるとまろやかで美味しいのだ。そして牛タン串はレアで焼いていて油も甘くて歯ごたえも抜群なのだ。最後は締めの雑炊としていただくわよ。セリと鶏肉のエキスが体に染み込んでくるのだ。気が済んだことだしお土産でも買って帰りましょう。なんでラーメン屋にいるの？飲んだ後はラーメンなのだ。居酒屋と同じビルに入っている仙台っ子ラーメンで締めるのだ。麺は大盛りでライス付き？意味がわからないわ。ちなみにスタブルは朝ごはんで、さっきの居酒屋がお昼ご飯、そして今食べているラーメンが夕ご飯なのだ。ちょっと何言ってんのか分かんない。豚骨ラーメンで家系ラーメンのように麺の硬さや油の量、味の濃さも選べるのだ。今回は初めて来たから全て普通にしたわよ。麺は中細縮れ麺で豚骨の優しい味わいが口いっぱいに広がるのだ。ということで東京に帰るのだ。なんだかんだで18時過ぎまでいたわね。今回のお土産弾んだ餅、萩の月、海宝漬けの3点なのだ。特に海宝漬けは炊きたての白米に乗せた時点で優勝したわよ。それで次回の遠征先はどこになるのだ？次回は4月5日の大宮 RD 社のアウェー戦に行くわよ。今年から翼を授けて好調だけど、どれだけトリニータが通用するのか楽しみなのだ。それでは今回も最後まで見ていただきありがとうございました。また大宮のアウェーで会うのだ。